今回はイム様を操る者の能力について考察していきます。イム様を操る者と言われてもピンとこないかもしれませんが、このチャンネルではそういった人物がいるという前提で考察をし続けています。ここからは時間短縮のために黒幕と呼びます。もしそこが信じられなくても、イム様の能力としても聞ける考察になっていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では行きましょう。まずはこの絵を見てください。これはジャンプに掲載されていたトリコという作品のグルメハンティングブックに掲載された虎の意を狩る狐の意を狩る豚という小田先生が書いた猛獣なのですが、この猛獣が僕が黒幕と考えているキャラのイメージ通りなんです。ただ実際にこういう見た目をしているというふうに考えているわけではありませんのでご注意ください。僕はこれまでに考察してきたものも含め、イム様には複数のイメージ動物があると考えています。例を出すならパンダ、カエル、カッパ、キツネ、猫、犬、ネズミ、ワニ、豚、ニワトリ、羊、カバ、猿、トラ、オオカミなどがそうです。こんなに並べたら何でもありと感じるかもしれませんが、このうちの半分以上は僕がすでにイム様のヒント動物として考察済みです。その考察の中でもパンダの意を狩るネズミとか羊の皮をかぶった黒猫という表現をしているのですが、僕は最終的に虎の意を狩る、狐の意を狩る、パンダの意を狩る、犬の意を狩る、意を狩る、意を狩る、意を狩ると続いた最後に意を狩るネズミのように、全てのイメージを重ね合わせた一人の人物が黒幕であると考えています。そのヒントキャラが魚人島に登場した人手のパッパグです。パッパグは扉絵連載のはっちゃんの海底散歩の中で初登場するのですが、この時海洋類に食べられそうになっているウミイノシシのお腹の中から出てくるんです。これと同じような場面見覚えありませんか？それは魚人島を出てすぐ深海魚を捕まえたはずが、その深海魚にさらに大きい魚が食いつき、そのまたさらに大きい魚がそれに食いつきました。それに対し次から次へと何漁師かだよとツッコミを入れています。これはまさにロシアの民芸品の人形であるマトリョーシカのようですよね。マトリョーシカとは人形の中に一回り小さい人形、またその中に一回り小さい人形というように何層にも重ねた入れ子になっている人形のことです。作中でもロシュワン王国のマトリョー姫としてイメージが描かれていますね。その魚のマトリョーシカの一番内側から出てきたのがパッパグとケイミーなのですが、これが一番初めに紹介した虎の意を狩る、狐の意を狩る豚と同じイメージなのだと僕は考えています。そこで注目したいのはパッパグの職業です。パッパグはファッションブランドクリミナルのデザイナー兼社長です。虎の意を狩るという言葉の意とは権威のことですが、アラバスタのコブラ王は権威とは衣の上から着るものだと言っていますので、権威とは衣のように着るものだということをここで表しています。つまり何が言いたいのかというと、パッパグがファッションデザイナーであるということは、黒幕が他人を着ることができる衣に変える能力を持っているということを表しているということです。さらに考えていきます。現在までに登場している悪魔の実の能力者の中で、衣類に関する能力はキツネビの金右衛門のふくふくの能力とファンク兄弟のジャケジャケの能力です。ファンク兄弟は以前にも黒幕のイメージとして考察しているのですが、注目はキツネのイメージがある金右衛門の能力名ふくふくです。金右衛門は光月時に20年後に飛ばされるまではワノ国から出てはいないので、ふくふくの実はワノ国のどこかで食べたのか、何かしらの方法で受け継いだと考えられます。そうであるとするなら、ふくふくというネーミングにちょっとした違和感ありますよね。同じくワノ国に住むお玉や雷蔵の能力名がきびだんごからのきびきびや巻物からの巻き巻きであったように、金右衛門の能力名も着物、羽織、衣などからキモキモ、ハオハオ、コロコロとした方がワノ国編の統一感が出ますよね。脇役の名前にまでこだわる小田先生がそこを見落としているとは思えないので、あえて外したのだと僕は考えます。ということで結論を言います。イム様を操る、もしくはイム様になり変わっているものの能力はコロコロの実の衣人間。なんか大した能力でもなさそうと思ったでしょ。でもよく考えてみてください。他人の人生や能力を乗っ取れるなんてなかなかチートだと思いませんか？ただアニメ版にコロコロの実のトロッコ人間アベロンというキャラがすでに登場しているんですよね。僕も同じ名前の実は使わないのではないかとも考えたのですが、
それよりも集めた根拠の方が勝ると思っていますので紹介していきます。先ほどのファンク兄弟は攻撃的な性格の兄ケリー・ファンクがジャケットに代わり、おとなしい性格の弟ボビー・ファンクが着ることで弟の体を兄が自由に操っていましたよね。黒幕はその逆で能力で相手を衣に変えてしまい、その衣をまとうことで能力も含めて完全に相手を乗っ取ることができるのだと思います。作中にはその衣、コロコロを連想するような描写がいくつもあります。赤座役人男の一人である伝次郎はリーゼントのカツラをつけ、侠客居眠りの教師寮になりきっていました。そして金右衛門たちに正体を晒す時にはリーゼントを外しています。なんと第1020話の扉絵では居眠り中に巨大エビ天の夢を見ながら自分のリーゼントを食べています。天ぷらといえば衣ですよね。つまり伝次郎のリーゼントは衣を表し、正体を晒す時に衣を外しているということです。この扉絵リクエストのペンネーム420ランドの42という数字も後々つながりますので覚えておいてください。次のヒントはコリーダコロシアムの弁当です。ドレスローザ編のシュガーはイム様のリンクキャラであり、猫背で猫のイメージのあるトレーボルに操られているように見えることから、イム様は猫のイメージのキャラに操られているという考察を以前にもしました。そのシュガーは赤いフードをかぶっており、カゴを持っていることから童話の赤ずきんをモチーフにしていると思いますが、赤ずきんのおばあさんもドレスローザ編に登場していたことをご存知ですか？それがコリーダコロシアムで弁当を販売していたおばあさんです。この方、赤い頭巾をかぶっていますし、シュガーと同じく水玉模様の服を着ています。他のところで登場したならこの服装に特に意味はないのかもしれませんが、ドレスローザでこの服装は絶対に重要なヒントが隠されているはずです。この時ルフィは、さっきドタバタでコロ弁2つ落っこっちゃってごめんな、せっかく財布空にして買ってくれたのにと言っているんですよね。財布の中身がきっちり空になったことは空の玉座を表しており、落としたコロ弁2つでコロコロです。おそらく中身はコロッケですので衣もついていますね。次のヒントはちょっと伝わりにくいと思うのですが、前回の動画で黒幕のヒントキャラだと紹介した殿安も上でコロッコロ落ちんじまうんですよ、だから空き家だらけと言っています。先ほどと同じように空き家が空の玉座を表し、コロッコロと言っている殿安がほっかむりを取った正体は和の国の大名安家でした。おそらくですがほっかむりも重要なヒントになっています。ほっかむりとは頭部を覆う布のことですので、赤ずきんもほっかむりであると言えます。本題とそれてしまうのでほっかむりの話はまたいずれするとして、前回の動画の内容にももう少しつなげていきます。前回黒幕はイム様の親代わりになっていると話しました。先ほどのキツネビの金右衛門も衣系の能力者ですが、初登場時は身分を偽り桃之助の親だと言っています。伝次郎も日和がカッパの川松と別れて以降親代わりとなっています。さらに考察を進めていきますが、僕は空白の100年を作ったのは羊雲のイメージのある能力だと考察しているんですけど、3時に羊だと言われたシーザーは親元を離れることを余儀なくされたビスケットルームの子供たちに親のように慕われていましたよね。そのシーザーが開発したモコモコ王国を滅ぼしかけた毒ガス兵器の名前がコロでした。なんとも単純なネーミングですが、その毒ガスを中和するガスの名前がコロをひっくり返したロコでしたね。僕はこのコロをロコにする名前の反転にロジャーの言う世界をひっくり返すのイメージが含まれていると思っています。コロを語呂合わせすると96になるんですけど、第96巻の作者コメントのところに96巻ひっくり返すと69巻になると思ったら96のままだった、ひっくり返ってももう引き返さないと書いてあるんですよね。ではロコの語呂合わせの69巻のコメントを見てみると、最後の部分に男たるもの振り返ることなど許されない、もう引き返せないと書いてあるんです。両巻とももう引き返せないで終わっていますので、明らかに96巻と69巻のつながりを意識して書いています。ではロコがタイトル名となっている第811話の扉絵を見てみましょう。作中にパッパグのブランドクリミナルと同じく登場するブランドドスコイパンダの服を大量に袋に入れて持っている猿がいますね。この袋の中に和の国を思わせるものが入っていますので、これも衣でしょう。どうでしょうか。黒幕の能力がコロコロのみである可能性を感じていただけたのではないでしょうか。というわけでここからは黒幕が衣を着て力を得ているというヒントを紹介していきます。
まずは前回の動画でも紹介した CP7 のワンゼからいきます。ワンゼはサンジとの戦いでラーメン拳法奥義メンズフォーマルスーツを着ていますよね。僕はこれこそ最大のヒントだと思っています。サンジはそれに対しワンゼのことを玉ねぎに見立ててエビルシャーズ皮むき作業という技を出しています。これが黒幕の化けの皮を剥がすイメージです。さらにこのフォーマルスーツは合金小麦粉からできているのですが、合金といえばアイアンパイレーツフランキー将軍も形状記憶合金ワポメタルでできているので、メンズフォーマルスーツと同じようなイメージでしょう。さらにアイアンと衣といえば鉄のコードを誇るキャンドルジャケットで作り出したミスター3の最高美術キャンドルチャンピオンですね。これも同じイメージで登場させていると思いますが、この時ミスター5がこいつはかつて4200万ベリーの賞金首を仕留めたと言っているんです。伝次郎の扉絵リクエストにも出てきた42です。小田先生は主要な数字に特別なイメージを持たせていると考えられますので、42から共通点を探してみます。シャーロット家42男のアングレは芋虫をバイク代わりに乗っている突っ張りのような少年です。ミスター3との分かりやすい共通点はありませんが、伝次郎とは髪型がリーゼントであることが共通しています。第420話の扉絵ではサンジがつけているエプロンのデザインがリーゼントの鳥であり、おそらく突っ張りコックと書かれています。やはり42という数字には同じイメージが持たされていることがわかります。この衣とリーゼントから突っ張りというキーワードは以前にも考察した通り、第20巻の作者コメントにある突っ張り回し蹴りにつながるのでしょう。突っ張り回し蹴りを突っ張り回し蹴りの3つに分けると相撲の要素が2つ入っており、ファッションブランドのドスコイパンダにつながります。この考察をした当時は月から来て選ぶっているのはイム様一人だと思い込み、ドスコイパンダはイム様のヒントだというふうに考えていたのですが、現在はイム様ではなく月から来た王のヒントだと考えています。小田先生はこういった共通するキーワードを持たせているキャラに空白の100年のヒントを振り分けている傾向がありますので、他に42という数字が関連するものからその重要なキャラを推測していきましょう。懸賞金額が4200万ベリーの処刑人ロシオもヒントキャラです。ロシオはベラミーとのポーカーで正当な勝負をしたにもかかわらずイカサマをしたという濡れ衣を着せられています。ここにも衣ですね。さて、ここまで長々と黒幕の能力がこの頃のみの衣人間だというヒントを紹介してきました。実は僕がこの能力ではないかとひらめいた時に直感的に十二一重を連想したんです。理由はイム様のイメージ動物が多すぎること、そして冒頭に紹介した虎の意を狩る狐の意を狩る豚とマトリョーシカが頭の中にあったからです。そしてイム様に関わる呪いの色は緑と紫。第42巻の作者コメントを読みます。言葉はうまく伝承されないから古語と現代語があるんだと思います。平安時代のある人の日記には、最近の若者は言葉遣いがなっていないと書いてあるそうです。嘆きだけは正確に伝承されているのが面白いので、僕も年取ったら言おうと思います。42巻ゲロ始まります。どうですか？もしかしたら平安時代のある人の日記でピンときた人もいるかもしれませんね。最近の若者は言葉遣いがなっていない。平安時代でネット検索をしてみると、清少納言と紫式部が出てきます。清少納言は枕草子にそのような記述があるようですね。紫式部はどこに記述されているのかについては僕は見つけられませんでした。どちらにせよ衣つながりである第42巻に小田先生が清少納言や紫式部のヒントを入れてきたということは、十二一重が重要になってくることは間違いありません。ではこの2人のどちらをモチーフにしているかを考えますが、僕は紫式部だと思います。その理由はイム様に関わる呪いの色である紫が名前に入っているというのもありますが、一番の理由は紫式部が書いた源氏物語にあります。源氏物語は光源氏と何人もの女性との恋愛物語なのですが、義母である藤壺を愛していた光源氏が藤壺と似ていた美少女若紫に惚れ、彼女を自ら養育し美しい女性に成長させ妻にするという話があるんです。好みの子供を自分の理想の相手に育て上げる。これを小田先生が絶対読んでいたであろう少年ジャンプの人気作品シティーハンターの冴羽亮は光源氏計画と呼んでいます。これは完全に勘でしかないのですが、僕は光源氏計画を黒幕がやっているのではないかと思うんです。もちろん育てられているのはナミの双子の兄です。
与作とジョニーがナミの兄貴と言っていますし、ワンゼもメンズフォーマルスーツを着るときに面を鍛えて面を鍛えて出来上がると言っていますしね。僕はナミとイム様が双子であるという考察をしていますので、興味のある方は見てください。もう少し続けます。全く関係ないのかもしれませんが、源氏物語にはスエツムハナという不美人が登場するのですが、その顔の特徴が長く垂れた赤い鼻です。ワンピースの作中に何人かいますよね。なぜか長く赤い鼻をしたキャラ。僕はこれも源氏物語をモチーフとしているヒントなのだとなんとなく思っています。黒幕の能力がコロコロのみであるという説、いかがでしたでしょうか。もしそうだとするなら、週刊少年ジャンプのロゴマークがジャンプパイレーツ、つまり海賊ですので、小田先生の少年時代の人気雑誌コロコロコミックのシンボルマークコロドラゴンとの対決がルフィ VS 黒幕で描かれそうで楽しみですね。今回の考察は以上です。ちょっと変わった視点の考察をしていきますので、見逃さぬようチャンネル登録してくださいね。コメント、いいねボタンもお願いします。ではまた次回。